お久しぶりです。翌日のお弁当用に洗ったトウモロコシをラップに包み600ワットで5分加熱します。そのまま粗熱を取り冷蔵庫に入れておきます。撮影はできていませんが、お弁当は毎日作っています。暑い日が続いていますが、この夏はどこかへお出かけしましたか？夏休み中の娘のために炊きたてご飯を急速冷凍しておきます。お肉の下味冷凍もしておこう。梅干しを2個潰して、酒、みりん、白だし、醤油をそれぞれ大さじ1ずつ加えて、よく混ぜたら、豚バラスライスを 300g 入れます。よく揉み込んで冷凍しておきます。暑い中、毎日頑張っている皆様、カンピー。レモン半分は冷凍しておきます。水筒のお水に入れると美味しいよ。残りのレモンは鶏胸肉のレモンバターソテー用に使います。鶏胸肉のドリップを拭いて余分な油を取り除いたら、繊維を断つように一口大のそぎ切りにして、保水効果のある砂糖を揉み込みます。しっかりめに塩コショウを振って味付け。このレモンバターソテーがとても美味しくて、この夏何度か作っています。フリーザーバッグに入れて、酒大さじ1とレモン汁大さじ2をよく揉み込んで、輪切りレモンを4枚入れて冷凍します。娘が好きなサラダチキンを多めに作っておこう。鶏胸肉をフォークで刺しまくり、砂糖をすり込みます。両面に塩コショウとマジックソルトをしっかりまぶして、袋に入れて空気を抜いて閉じます。お湯に入れて蓋をしたら弱火で30分茹でて火を止め、そのまま冷めるまで置いておきます。ズッキーニの肉詰め弁当を作ります。半分の長さに切ったズッキーニを縦に切り、中をくり抜きます。切り込みを入れてからスプーンでくり抜くと簡単です。こんな感じでボートのようにします。中身は小さく刻んで、玉ねぎも少しみじん切り、卵を一つ溶きほぐしておきます。ビニール袋にひき肉とその他の材料を混ぜます。この時塩を多めにしっかり味をつけます。溶き卵を半分加えたらよく混ぜて、袋の端を少し切りズッキーニに詰めます。
で押さえて、しっかり中に詰め、表面を整えたら、パン粉とオリーブオイル、粉チーズをかけます。切り込みを入れたベーコンをホイルカップに置いて、残りの卵に粉チーズ、マヨネーズ、塩を少々混ぜて注ぎ入れたら、200度のトースターで15分くらい焼きます。パパさんが育てたじゃがいも、今年もたくさん取れました。くし切りにしてさっと水にさらします。庭で採れたスナップエンドウを茹でて、フライパンを拭いたら米油を少し多めに入れます。じゃがいもに薄力粉をまぶして揚げ焼きにします。卵は焼けたので取り出して、ズッキーニ肉詰めはもう少し焼きます。ポテトが揚がったら塩と青のりをまぶしておこう。よし、焼けた。前日冷蔵庫に入れておいたトウモロコシ。こうやって切ると芯がないので、そのままパクッと食べやすい。お弁当にぴったりな切り方です。バラバラにならないためのコツは別の動画で詳しく説明しています。冷めたらお弁当箱に詰めます。パパさんが復職して3ヶ月経ちました。夏のボーナスはほとんどありませんでした。しょうがない、しょうがない。住宅ローンをボーナス払いなしにしておいて本当に良かったな。庭のミニトマトも入れて完成。ズッキーニはホクホク食感、ひき肉がジューシーで美味しい。前日の夜、豚バラの梅醤油漬けを冷蔵庫に入れて解凍します。オクラは塩で板ずりして産毛を取り、水で洗い流します。ガをくるっと剥いてきれいにしておきます。エンドウの筋を取り、花人参を2つ、今日の卵焼きはかまぼこ入りにしよう。細かく刻んでおきます。ちくわを好きな大きさに切って、紅生姜を少し刻みます。ちくわに薄力粉をまぶして、水を少しずつ混ぜ、青のりと紅生姜も加えます。梅醤油につけた豚肉を使う分だけ取り出し、残りは夜ご飯に使います。オクラにくるくる巻いて、
さっぱり梅味がとても美味しいオクラの肉巻きにします。薄力粉をまぶして、100均のシェラカップでお湯を沸かしながら焼きます。かまぼこに卵と白だし、みりんを少々混ぜておいて、ちくわを焼きます。オクラの肉巻きは転がしながらホイルで蓋をして蒸し焼き、お湯に塩を少し入れて人参とエンドウを茹でます。シェルカップはフライパンを傷つけないようにクッキングシートを敷いた方が安心のようです。焼けたものをどんどん取り出して、フライパンをきれいに拭いたら、スナップエンドウは取り出して、人参はもう少し茹でます。卵をさっと半熟状に炒めたら、おにぎり用の海苔にのせて、くるくるっと巻きます。海苔が小さくて横からはみ出るので、端を覆うようにもう一枚巻きました。巻き終わりを下にしてしっかり焼きます。人参に白だしを少し加えとこ。よし、いいかな？切ってみよう。お、いいね。肉巻きも食べやすいように切りました。冷めたらお弁当箱に詰めます。夜はキャベツと梅醤油豚バラを一緒に炒めたのですが、それも美味しかったです。庭のオクラは今綺麗な花が咲いていて、収穫が楽しみです。たくさん採れたスナップエンドウはもう終わり。新しくカブと人参の種をまいたそうです。楽しみ楽しみ。完成。梅干しパワーで夏バテ予防です。前日の夜、鶏胸肉を冷蔵庫に移して解凍します。鶏胸肉のレモンバターソテー弁当を作ります。シェラカップで人参とスナップエンドウを茹でます。ズッキーニをベーコンで巻いて焼きます。巻き終わりを下にして焼くとベーコンがちゃんとくっつくので、爪楊枝などは不要です。シリコンリングに大葉、卵、塩コショウ。黄身を真ん中にして、上にも大葉を乗せます。はんぺんを1/3潰して、枝豆、コーン、マヨネーズ、片栗粉、塩コショウを混ぜます。卵が焦げないように少し水を入れました。スナップエンドウは取り出して、人参は
白だしを加えて、もう少し茹でます。空いているスペースで、はんぺんを焼きます。枝豆の食感とコーンの甘さが美味しいです。人参もそろそろいいかな？シェラカップは持ち手が熱くなるので気をつけます。蓋をして蒸し焼き。卵はひっくり返して両面焼きます。よし、焼けた焼けた。あ、ズッキーニに塩コショウ忘れてた。はんぺんは念のため料理酒少々で蒸し焼き。フライパンをきれいに拭いたら、バターを 10g 入れて、鶏胸肉を焼きます。小さく切っているのですぐに火が通ります。料理酒か白ワインを少し回し入れて、仕上げに醤油を少し加えます。このレモンバターソテーは後を引く美味しさで、夏バテ気味でもパクパクいけます。家族に大好評。暑い日が続いているので、おかずをしっかり冷ますように気をつけています。寝坊した日はもう冷たい麺のお弁当にしちゃっています。少し動画投稿をお休みしてしまいましたが、これからまた日々のお弁当を投稿していきますので、よろしくお願いします。これからは寝坊の日や冷蔵庫が空っぽの日などの悪戦苦闘お弁当も投稿していこうと思っています。毎日作っているとそういう日必ずありますよね。庭の小さいトマト、パセリを振って完成。爽やかなレモンとバター醤油が最高。ご視聴ありがとうございます。またね。